はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。あれこれラジオが始まりました。あれこれラジオは日本語を勉強している方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。YouTube の他に Spotify や Amazon Music などでも聞くことができます。ぜひお好きなプラットフォームからフォローしてください。今日私は公園に来ています。すごくいいお天気で、まだ2月上旬なんですけれども、もう春のような気温です。私もさっきまでコートを着ていたんですが、もう思わず脱いでしまうぐらい暖かいです。YouTube をご覧の方は映像が見えているかと思うんですが、実はこの私のね後ろの方にはもう梅が咲き始めています。そのようなちょっと春の訪れを感じる公園から今日はあれこれラジオをお届けします。今日のテーマは日本らしさです。らしいというのはその特徴が非常によく現れているということで、日本らしさというのは日本という言葉を聞いた時にみんなが思い浮かべるもの、これは日本の特徴だ、すごく日本特有の感じがするというそのようなものとかことです。それを日本らしさと言います。最近私は日本らしさについていろいろ考えてるんです。皆さんは日本らしさって何だと思いますか？例えば食べ物だったら何を思い浮かべますか？寿司、天ぷらとか、あとは季節それぞれの旬の魚や野菜をたくさん使った料理とか、そういうものも日本らしさかなと思うし、あとは例えば風景だったら皆さんは何を思い浮かべますか？日本らしい風景、和服を着た人が歩いているそんな風景とか、あとは雪をかぶった富士山とか、あとは現代的なビルがたくさん立ち並んでいる様子とかも、もしかしたら日本らしさかもしれませんね。日本の都市部では本当にいろんな形色のビルが乱立していて、その雰囲気というのは確かに日本らしいかもしれません。良くも悪くも統一されていない感じですね。そしてその中にたまに100年200年前の古い建物がずっと残っていたりして、そういうミックスされた状態というのも日本らしいかもしれません。人によって様々ですが、ある程度日本らしさってなんとなく共通しているのがあるのかなと思ったりしています。どうでしょう、皆さんにとって日本というこのキーワードを聞いた時に思い浮かべるものありますか？私はずっと日本語教師として外国の方々に日本語を教えてきました。今もその仕事をずっと続けていますが、同時にこうやって YouTube とか Instagram、またポッドキャストなどで日本の様子などについても紹介をしています。そして去年ぐらいから少しずつ日本の企業とか飲食店とかそういった方たちの PR のお仕事もちょっとですけどね、お手伝いする機会が増えてきました。自分がなぜそういった日本の会社とか飲食店、ホテルとかそういう方たちの PR のお仕事をね手伝いたいと思ったのかという自分のその気持ちをいろいろと分析してみた結果、結局は私の大好きな日本語を教えるという仕事は日本らしさがあってこそ成立するからだという結論に至りました。どういうことかというと、皆さんが日本語を学びたいと思ったきっかけを考えてみれば、それは日本の食べ物だったりアニメ
とか映画などの作品だったり、また日本の風景に惹かれたり、また芸術作品、例えば古い時代の浮世絵とか、また日本の剣道、茶道、華道というような道と言われるようなそういったものに関心があってとか、そういうふうなことがきっかけで日本語を学ぶ人が多いと思います。その日本語の文字に関心があってっていう人は多分非常に少ないはずです。多くの人はその日本人が作り出してきたいろいろなものとかことに興味があって、そこからさらに一歩踏み込んで日本語を学びたいと思ってくれてるんだと理解しています。私が日本語を教える仕事を続けるためには、みんなが日本語に関心を持ってくれることが必要で、日本語に関心を持ってくれるにはその日本らしさというのがとても大切だと思ったんです。もしその日本にあるものとか日本人が生み出すものが自分の国のものと同じようなものだったら、多分そんなに興味がないと思うんです。でも日本らしさがあるからこそみんなそれに関心を持ちますよね。それでね、なんか日本らしさってなんだろうっていうことを最近よく考えています。ぜひ皆さんもコメントのところで教えてください。皆さんが思う日本だなって感じるものとかこととか風景とかね、食べ物、そして人の振る舞いとかもそうですよね。それも日本らしさに含まれるかと思いますが、ぜひシェアしてくれたら嬉しいです。私は日本で生まれて日本で育って、子供の時は特に日本らしさについて意識することはなかったです。でも大学生ぐらいからだんだんと海外へ旅行に行くようになって、そして初めて日本らしさに気がついて、そしてその魅力がだんだんわかるようになりました。その日本らしいものというのも伝統的な古い時代から受け継がれたものもあれば、新しく作られたものもありますね。例えば着物とか茶道とか、また古い時代の建物とか、そういうものも日本らしさだし、例えば東京の秋葉原の街の雰囲気とか、アニメ漫画とか、そういった新しいものも日本らしさの一つですね。さらに言えば、そういう新しいもの、古いものが混じっているというのもその特徴だと思います。皆さんは日本の何が好きですか？そして皆さんの考える日本らしさというのは何ですか？ぜひコメントでシェアしてください。それでは本日のあれこれラジオはここで終わります。また次の回でお会いしましょう。バイバイ。